実際に僕が本当に仕事として、実務で使ってみたね、その感想をお伝えしますので、またユーザーリアルボイスをですね、お伝えしようかなと思います。全体的に本当に高品質なんですよね。パワフルだなというのを、使っていて感じました。やべえ、声ついた。どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。そして本日のテーマはこちらですね。サーフェスラップトップ4を1ヶ月使ってみたレビューです。1ヶ月前にですね、実際に僕サーフェスラップトップ4を買ってみてですね、1ヶ月実際に使ってみました。実際に使ってみて良かったこととか、悪かったところがやっぱありますので、それをね、今回はお伝えしようかなと思います。これに関してはですね、機器をちょっとお借りしてやるレビューとはまた違って、実際に僕が本当に仕事として実務で使ってみてね、その感想をお伝えしますので、本当にまた、利用者の本当の声、またユーザーリアルボイスをですね、お伝えしようかなと思います。はい、あとお知らせなんですけども、このね、サーフェスラップトップ4のお得なまとめ買いセットっていうですね、マイクロソフト公式ストアでやっている、リンクの方はですね、概要欄の方に貼ってありますので、もし気になった方は、チェックしてみてください。あと、LINE のね、無料購入相談、受け付けてるんですけども、結構始めてから1ヶ月で、大体50人ぐらいのね、方が相談を受けてまして、結構ね、僕的確なアドバイス心がけて送ってまして、評判よくいい評判をねいただいてますので、見ている方でですね、サーフェスの購入を考えている方でしたら、お気軽にどうぞメッセージいただければと思います。その LINE のアカウントの方も概要欄の方に貼ってありますので、よかったらメッセージしてみてください。それでは行きましょう。 GO！ はい、まずはですね、この、サーフェスラップトップ4の実際に使ってみて、僕が思う良かったところをちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではですね、僕の、目線で、見ていきたいと思います。まずはですね、このサーフェスラップトップ4、良かったなと思うところはパワーですね。ちょっと中山きんに君みたいですけど、このパワーがですね、思ったより結構、パワフルだなというのを、使っていて感じました。こちらのライゼンモデルを僕は買ったんですけども、ライゼン5の方ですね。そのライゼン5の方ですと CPU がですね、ここにちょっとちっちゃい字で書いてあるんですけども、コア数が6つ、ハイパースレッディングで、12個の、プロセッサ数になりますので、こういうふうにね、リソースモニター開くと、CPU が12個並んでるんですね。なので、マルチコア、マルチタスク、としてはこの Ryzen 5はめちゃくちゃパワフルであるということなんですよね。なので、普段使いの作業としてはもう全然申し分ない、性能を持ち合わせているっていうところですよね。ほんと一昔前のデスクトップ PC で、こういうふうにねコア数がたくさん並んでるっていうのがあったんですけども、今やノート PC でこれだけのコア数が並んでるっていう形なので、実際のねパワーはデスクトップには劣る部分はあるかもしれないですけど、普段使いのもう作業としてはこれで全然十分じゃんっていうぐらいの、CPU となってますね。はい、で、次にね良かったのが、静音性。これ結構使ってみて僕びっくりしたんですけど、思ったより、静かでした。というかもう無音ほとんどね音しないんですよね。で、僕は基本的にファンレス無音のね PC がやっぱ好きで、それで Surface Pro 7の Core i5 モデルが好きでですね、Surface Pro 7をメインで使っていたんですけども、今回その Surface Laptop 4に、するにあたってやっぱ気になっていたのがファンレスじゃなくてファンがあることなんですよね。だから結構音すんのかなって思ってたんですけど、これですね、マイクに全然近づけても全くねファンの音がしないんですね。実際僕も今これ持っていて、もう全くここからね特にファンの音しません。本当に音が全くしてないんですね。という感じで普段使っている時にファンの音鳴らないので、
そういった意味でも普段使いでいいなと思いました。はい、続きまして良かったなと思ったのが高級感。今回ね僕が買ったモデルはプラチナ色のですねアルカンターラ素材と言われるものなんですけども、ここのね、手触りがね思ったより良かったですね。これ他のノート PC では多分ほとんどないと思うんですよね、こういう素材って。でここの部分をパームレストっていう、手首を休める部分ではあるんですけども、このねツルツルスベスベする感じがねとても気持ちがいいですね。タイピングもはかどるかなっていうところで結構このパームレストの素材って僕結構重要なんじゃないかと思ってまして、他にですね、僕のこの持っている MacBook Pro なんかは、完全ななんていうんですかね、このメタル素材というかこういう素材になってるんですけども、これね熱くなりすぎるとここ結構熱いんですよね。 PC 自体が熱くなりすぎるとこのパームレスト部分が熱くなってあちあちあちみたいな感じでなんか置けなくなるみたいな感じなんですよ。でさらにですね、結構冬も厄介で、冬は冬ですっごい冷たいところで出すとここめっちゃ冷たいんですよね。 MacBook Pro のこの部分って僕あんま好きじゃなくって、その MacBook Pro 実はこれいけてないんじゃないかって思ってたんですけども、このねアルカンターラ素材はここのパームレストの部分が結局こういうね高級素材な、素材に使ってますので、なんかね夏は熱くなりにくく、冬は冷たくなりにくいっていうような、素材かなという気がします。はい、ここでよくあるちょっと疑問をね、お答えしたいと思います。このアルカンターラ素材ってなんか、絨毯みたいな感じで汚れとかすごいつくんじゃないのっていうですね、よく質問をいただくんですけども、これ実はここちょっと撥水素材にもなってまして、実はですね防水とまではいかないけど、ちょっとしたねコーヒーこぼしちゃったりとかの汚れには大丈夫になってるんですね。それをね今からちょっと実演したいと思います。はい、みんな大好き、ジョージアエメマンのコーヒーですね。これをねちょっと今からここにこぼしまして、ちゃんと拭き取れるのかっていうところを見ていきたいと思います。ちょっと一口飲みたいと思います。はい、こういう感じで今開けまして、今少し飲みます。美味しい。はい、エメマンのレビューは別にやらないので、それではここにですねちょっとこぼしてみたいと思いますね。じゃあいざいきます。キャー、ポタポタこぼしちゃいます。やべえ、これすぎたっていう感じでこぼれるんですけど、すでにここ撥水になってるんでこんな感じで拭き取れます。結構今ドキドキしたちょっとねやったらちょっとドキドキしたんですけど、ちゃんと拭き取れますね。見てください、これ全然ついてないです。もう一回いきますいっちゃいますよ。キャーってまたこぼしても大丈夫いいくないですかねこれだから汚れには結構強いんですよ。そんなに不安になるほどの汚れやすさではないっていうことですね。はい、続いて良かったところなんですけども、液晶ですね。このね液晶がめちゃくちゃ綺麗です。綺麗というか、いろんなね、液晶の見やすさの要素っていろいろあると思うんですけども、前もね紹介した通りこのアスペクト比が3対2なんですね。なので、普通のですね PC よりも結構その縦に長い目になってますので、すごい見渡しやすいですよね。例えば、Excel、みんな大好き Excel、こちらをですね開きまして、このデフォルトの初期状態の状態でこう見えますかね、ここですでに30行まで表示できてるんですね。それだけ縦が長いっていうことなんですよ。こういうふうに縦が多く表示できる分、スクロールする回数も減ったりとかですねっていうようなメリットが出てきます。はい、で画面のね広さに加えて、この液晶自体もねやっぱりその IPS 液晶でして、視野角がめちゃくちゃ広いんですね。例えば今こういう風にフルーツの画像を出してるんですけども、通常の見え方だったらね当然真正面から見たら、当然このように綺麗なんですけども、これねこういう
角度からね、見ても本当に視野角が広いので、色味がねあんま薄くならないんですね。スマホで使われてる、技術と一緒ですよね。一昔前のねノート PC だと結構この上から見たり下から見たりするとすごい色が薄くなったりしてたんですけども、最近の PC はねやっぱり液晶もすごい優れてますので、どこから見ても同じような色味になっているというところですね。はい、続いて良かったのが質感ですね。これやっぱねそこら辺のノート PC よりもかなり質感はいいです。これノート PC として例えば、こちらの天板とかですね、肌触り言うんですいいですし、液晶カバーはですね、指1本でこの開けられるという、こういったこだわりもありますし、であとね、さっきのアルカンターラも質感の良さになってくるんですけども、ここちょっとね見てもらいたいのが、ここの液晶部分のカバーの液晶の見てこの薄さ、これもなかなかいいですよね。液晶の部分がこういう風に薄いところも好きですし、ここのね液晶部分がまたベゼルとですね何ていうんですか貼り合わせたっていうか、ここに段差もね全然ないのもとってもいいですし、全体的に本当に高品質なんですよね。でかつこんだけ薄いので持ちやすさもあるっていうところですね。天板じゃない、裏面もネジ穴がね全くないっていうこの美しさ、これがねいいんですよはい、続いて、良かったところやっぱキーボードですね。このキーボードの打鍵感、これはねやっぱり気持ちよかったです。エンターのオートワンと最高ですからねなんかこれ全部ね同じ音が出るように作られているっていうことらしいんですけれども、ちょっとねそこは僕あんま分かんなかったんですけど、この打っていて気持ちがいいというかタイピングもはかどるなっていう感じですよね。であと意外に良かったなって思ったのがここのトラックパッドの大きさなんですよね。Book3 っていう、サーフェスの中ではフラッグシップのその PC も持ってるんですけど、このサーフェス Book3 の、トラックパッドよりも大きいんです。サーフェスラップトップ4のトラックパッドはね。なのでこのトラックパッド上を縦横無尽に動かして PC 操作することができるので、これはねやっぱ実際に使ってみてちょっと良かったなと思ったところですね。はい、続いて良かったのが軽量性ですね。サーフェスラップトップ4むっちゃ軽いです。ここにねちょっとスケールを用意しまして測ってみたいと思うんですけども、約 1.26 キロですね。PC を持ち運ぶとしたらですね、軽さも重要だと思うんですけど 1.2 キロだったらもうだいぶ軽いです。この薄さもあってね持ち運びやすさ的にはかなり軽い部類なのかなという気がしますね。ここからはちょっと悪かったところを紹介したいと思います。悪かったところっていうとまずこちらなんですけども、サーフェスペンはやっぱり使いにくかったよっていうところですね。分かってはいたんですけれども、例えばこういう風にお絵描き全然できるんですけども、やっぱりねこの形状がノート PC ですのでサーフェスペンでちょっとお絵描きをするっていうのはむずいのかなっていう気がしますね。だからサーフェスプロ7みたいな、デジタルノートを取るっていうような使い方はちょっと厳しいんじゃないのかなと思います。なんですけどもサーフェスペンはねちょっと使いづらかったかもしれないですけど、サーフェスラップトップ4ねこれタッチパネルに対応してるんですね。タッチパネルのが好きだよっていう方には親和性高いんじゃないかなっていう気がしました。こういう風にね、ウェブ自体もタッチパネルで見れますし、こういう風に操作もスワイプアウト、ピンチアウトで拡大できたりとかもできますので、ここら辺はスマホみたいなね、使い方ができますよね。だからこっちの方が、直感的に、操作はできるのかなっていう気がします。意外とねタッチパネル対応してない PC って多かったりするので、ちゃんとねそのあたり対応してこの値段だったりするのはやっぱり意外とリーズナブルなんじゃないかなっていう気がしました。はい、その他の、悪かったところがまたありまして、僕 Surface Dock 2を使って 4K27 インチモニターに2枚出力してるんですけども、このね Surface Laptop 4のSurface Dock 2とのね相性が良くなくて、おそらく Ryzen CPU だからなんじゃないかなと思ってるんですけども、この相性が良くなくてですね、画面の映りがね荒れたりとか、不安定になったりしました。で何回やっても再発するので、初期不良なのかもしくは Ryzen CPU が Surface Dock 2と相性良くないのか、
ひょっとしたらインテルかもしんない、インテル CPU もそうなのかもしれないですけど、僕が使ってる分ではですね、ちょっと、Surface Dock 2とのね相性は良くなかったです。残りましたね。ちょっと今ちらつきましたね。ちょっとね、同じSurface Laptop 4を使って Surface Dock 2、またなりましたね、を使って、2枚出力している人がいたら、同じような不具合起きてますよっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっとぜひコメント欄でもいいので教えていただきたいですね。ちょっとそれは知りたいところではあります。まとめなんですけども、見ていただいたようにですね、僕がちょっと使ってみてちょっと悪かったなっていうのは、こんな感じで Surface Dock 2との相性だけがちょっと良くなかったんですけども、普通に USB-C 接続でディスプレイ出力したりとか、普段使いとか普通の使い方だったら全くもって、問題ない、PC だなっていうのが分かりましたね。もう性能はパワフルだし、全体的にも高品質だし、キーボードはいいし、液晶は綺麗だしで、この PC はね、ものとしてはもう本当によくできているっていう気はしますね。僕みたいなこういう使い方じゃなければ、もう最高にいい相棒になるんじゃないのかなっていう気がしました。本日の内容は以上になりますね。Surface Fan チャンネルではこんな感じで Surface に関するレビュー動画や Surface に関する役立つ情報などをアップしていってます。Surface をですね、すでに持っている方、気になる方、欲しい方はチャンネル登録していただけますと、このようにね、お役立ち情報をお届けできるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは以上になりますね。バイバーイ。